本格的にツリーハウスっていう形で、もう一つは吊り橋のような感じで3段空間が空いてるところに小屋を設ける、生かしていかなきゃいけない樹木に負担ないような形で、設計書っていうのがないんで現場で合わせていくしかないんで、それがやっぱりツリーハウスの作っていく醍醐味で面白さであるんで。おはようございます。今日は横浜の方でツリーハウスと、あともう一つ吊り橋を使った感じの2カ所施工に参りました。じゃあツリーハウスを2つ作るような感じそうですね。ツリーハウスで一つはもう木の上にこうやるんですけども、もう一つは木と木の間を結ぶようなちょっと変わった感じの吊り橋系のをやっていきたいと思っております。はい、ここはじゃあ幼稚園とかなんですか？幼稚園になってる、手作りで作ってる園なんで、それに溶け込むような感じでそういうご依頼でありました。今までもツリーハウスいくつか作りましたけど、それともまたちょっと違った感じってことですか？前は結構ツリーハウスっぽいっつうんですか、木を植えてその木の中にハウスを作ったり、今回はちょっと本当に結構3段ぐらいの登って高いところまで行くような感じと、で2本の8メーターぐらいの間隔の木の間こう吊り橋で渡るという、なんかちょっと変わった感じのやつです。じゃあもう本当に生えてある木で作っていくと。そうです。もう結構もう目通りがもう直径60センチもしくはそれ以上の大きいやつですから、立派な1本はクスでもう1本はユリの木というような感じの木です。だからちょっとやっぱし遊べばイコール安全性っていうのか、子どもたちが遊ぶという形のものですから、できるだけ子どもたちが楽しめるツリーハウスを考えております。よろしくお願いいたします。じゃあ現場はこちらになります。ユリの木が1、2、3本あるんですけど、一応園からのご依頼はこの2本を活用した形で、2本つなげるという遊び。あれ同士をつなげていくってことですか？だからこことこの吊り橋のような感じで2つをこうつなげたいというご希望があった。ツリーハウス的なものは何か作るんツですか？リーハウスは一応形的には木を囲うような上には作ります。だからステージを少し作って向こうも作って登って吊り橋を渡るというで、ちょっと木の間に家っぽいのが立つという感じです。ユリの木はもうどれぐらい経ってるんですかね？だけどこれもだけどユリの木は成長早いんで、目通りがいいで、ユリの木がちょうど街路樹とか植木のブームっていうか緑化ブームの時に出た40年もしくは50年から50年ぐらいかな。その当時街路樹とかユリの木が結構流行って植えましたから、多分その当時ぐらいの植木だと思います。太さから言うと50年から40年ぐらい経ってます。じゃあもうあれだけ幹も太ければ吊り橋かけても問題はないってことですね。もうそういう構造にしていきますから、全然平気だと思います。ちょっといろいろとメンバーが生徒さんも
組んだ形でやっていくんで、まあ安全性という形で足場はちょっと組もうかなと。じゃあ今まさに足場を組んでもらってる途中ってことなんですね。今これを足場を囲うような形で組んで作っていくという感じになります。はい。で、もう一箇所がこちらの靴の木になります。これも相当大きいですね。まあこれは本格的にもう一応ツリーハウスっていう形で、まあいろいろこうやっぱり枝が分かれてるんで、まあ、本来ツリーハウスの股ぐらい一番空間が空いてるところに最終的な小屋を設けるっつ、そこまでたどり着くのにステージが1本2本2箇所入って登って最終的にだからちょっとまだ実際に枝がどういう形でどうだって組み合わせはもう現場で合わせていくしかないんで、本来の枝を利用した幹を利用した形でちょっと作っていくつもりでいます。はい。じゃあ本当に登ってみてどこにそうだね、かけられるかってことですね。そうそれがやっぱりちょっとツリーハウスの作っていく醍醐味でもある面白さでもあるんで、まあ一応材料を拾うために大体の大きさはステージの大きさ、それから上の構成は考えておりますけども、高さとかそこの段差とかああいうものは今これから一つだから、これは下のステージから作っていって次のステージ一応123段を考えてる。ですからこっちは足場いらないで、まあ、ステージを作りながら下から作って最終的には上のステージを作るという形になります。はい。この木も何年ぐらい経ってるんですかね。これも目通りで5060年もっとかな、そのぐらい経ってるんじゃないですかね。もっとユリの木よりは、ちょっと成長がだけどユリと同じような大きさになってますから60年ぐらいは経ってると思うんですけど、本当に秘密基地みたいになりそうですね。そうですね。まあこれが本来のちょっとツリーハウスの面白い形だと思います。はい。ちょっとね邪魔な、枝を切ったり、ちょっとそういうものはあるから分かりませんけど、できるだけ枝の幹を活用した形で考えていこうかなと思ってます。はい。組み立てていくのはやっぱり丸太ですか、今まで通り。全部丸太ですね。もう10線の丸太でボルト締めっていう形で、だから本来幹に直接ビスとか当てないんで、できるだけもう保護しながら幹との結束、枝の結束とかいうのは樹木に負担ないような形でやっていかなきゃいけないんで、それが基本なんですね。直接それに対してビス打っちゃえば一番楽なんですけど、生かしていかなきゃいけないんで、それがちょっとどのような形で取ったら一番安全でかつメンテナンスも少なくなるのかなっていう感じでやっていきたいと思ってます。はい。花井さん結構ツリーハウス作りの時いつもワクワクしてません？楽しいですもんね。現場、本来の現場合わせみたいな形で、現場でいかにこう合わせて作っていくかっていうのが基本なんで、そういうので組み立てていくっていうのがやはり面白さはありますね。はい。で今
今回皆さん勢ぞろいですもんね。そうですね。で、一応卒業なさった渡辺さん、白坂さん、で今受講中の高橋さん、この3人のメンバーでやっていきたいと思っております。じゃあ皆さんも図面はないっていうことなんですかね。イメージはあるんです。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ですから、技術の面はね、このと皆さんやってますけども、本当に設計書っていうのはないんで、もう現場合わせっていう形をちょっと知ってもらいたいかなと、生徒さんにもやってもらっていきます。はい。作業的にはまずは何から始まるんですか。まず最初に囲う安全策を一応ネットを張っちゃいます。校区内でこちらの方も張って、で今足場もやってもらってますけども、あとは丸太の磨き、サンダーで全部磨って、バリがどうしてもあるんで、子供たちが芝なんですが、できるだけそういうのをもう滑らかに、でその上オイルステンもう一度、一応防風処理剤の丸太を使っておりますけども、一応その上からまたオイルステン塗ってという形ですね。まず最初はそれから下から組み立てていくという作業になります。1段目やって2段目だから、1段目やることによってそこが今度は作業場ステップになるんで、2段目に今度は突入という形でいきます。こうやってここでそうすると閉まるんよ。もうちょっと丸太をまず最初に磨いていきます。一応3メーターと4メーターも使うんですけども、あと100と60つです。2種類です。太さはオイルステンを基本的にブラウンを塗って、それからいろいろとまた色をつけしたりします。あとでこう触って尖るやつはちょっと、大体こういうとこが、全体的にサンダーで磨いたらちょっと素手で、触ってみて時がそれは白線
引いてるところがどうなる？一応ワンステまあ一応今考えてるのがこの枝を利用した形で、ここがワンステージ、ちょうどここが1段目、ここが一応ステージになって、第2ステージがちょうどここぐらいかな。で第4がまあここぐらいの利用した形で、この空間になると。でその1段目から2段目っていうのははしごか何か？はしご、階段状のやつです。とりあえず1段目のステージの基礎、丸太で基礎だけ一応やっていこうと思ってます。まずは丸太を立てるそうです。そうですね、丸太を、だからここ一応ね、丸太寸法を合わせないで、いつでも切れる状態で、今来てるのが3メーターの丸太、それを4本一応立ててます。で、囲ってという形になります。ここはやっぱり柱を伸ばしとけば、上やるときにこの柱を捕まったりなのできるんで、だからとりあえずじゃあ柱、いいですか。はい、いいですよ。はい、入りました。はい。これ仮止めね。はい。ちょっと、仮止めいや、もう仮。それさっきつけたやつで、はい。ちょっと止めちゃった。軽くですね。ある程度、ちょっと。はい。はい。はい、はい。